ん。うん。うん。へいばばんばばんばんばあびばびばびばばばんばばんばんばあびばののばばんばばんばんばあびばびばびばばばんばばんばほーびばのの。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにチュールを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、後ろにいるのが、チャトラのマサルくん、白黒のクータくん、膝の上にいるのが三毛猫のたまちゃん。画面に収まっておりませんが、グレーのグーちゃん、白茶のゆりさんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、たまちゃんにチュールあげようかな。たまちゃんにあったかいベッドあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。かわいいお腹。ねけかわいいのたまちゃんありがとうございました。はい、猫ゼロです。チュールもゼロです。ピョンさん、1時間前から待ってます。ありがとうございます。ヨッシーさん、ピョンさん、すごい。カニタンさん、かわゆいたまちゃんな。かわゆいよね。ピョンさん、ヨッシーさん、私の熱意受け止めていただき、ありがとうございます。てなわけで、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるイルミネーションでピッカピカ光っていなくって、うさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では行きますよ。せーの。ジャスティス。猫いなくなった。たけし、ジャステ
Justice。今日も塩入り白湯。今日は割とあったかめの塩入り白湯のはずだけど。いやいや、あったかめって感じだったな。まあ、そっか。そんなに、時間経ってるもんな、結構な。はあ、優しい感じの塩入り白湯でございます。ピョンさん、ジャスティス。日課ウイスキーウイスキー飲んでます。カニタンさん、コーヒーでジャスティス。今日は寝ない気だな。てんたまさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ヨッシーさん、つぶやき藤子、見ました。ありがとうございます。1時間2匹まで無料とは安価ですね。そうなのよ。そうなのよ。その場で調理して焼いてくれるのも無料ですか？そうなのよ。今度行ってみます。そうそうそう。ね、お得だよね。そこまでやってくれて、ね、で、1200円だったかな。で、しかも、1000円のクーポンが出たわけよ。1000円のクーポンが出てな。で、だから自分が払ったのは200円。で、だから1匹100円だな、あれ。みたいな、ニジマスの塩焼きでございました。美味しゅうございました。ただご飯欲しかったからね、ご飯がね、食べれなかったところがちょっと残念ですけどって感じね。で、明日はお庭をね、徘徊するバージョンを、放送しますので、まあ、そちらもよろしければご覧いただければっていうね、感じでございます。ピヨンさん、利益ないやん。まあ、利益ないというか、そのクーポン出したのはじゃらんで予約したんだよね。で、じゃらんの方から1000円のクーポンが出たわけよ。で、それを使ってそれを使って行ったわけよね。で、あそこだったらほら、都営だし、だから交通費もかかんないしね。まあ、ええ話やっていう感じで。だから時々そういうのもないとさ、今月結構だから使いまくったわけよね。まあ、ここ数ヶ月、9月、10月とさ、使ったんでさ、今年結構使ってんだよね。なんだっけ、バラ見に行った時にかなりタクシー代使ったし、で、一軸狩りの時もね、交通費使ったし、で、御殿場行ったじゃんか。だから結構かなり今月使ってるんでね、もうたまにそういうのないとちょっと私もやっていけないんで、ありがたいよみたいなね。まあ多分引き寄せたんだと思うんだよね。それで突然そんなじゃらんから1000円のクーポン来たんだと思うよっていう感じ。だからじゃらんの方から、お店、マス釣りのところにはね、お金は行くと思うんだよね。てんたまさん、クーポンマジックですね。ね、そうなのよ。クーポンないと、やっていけないんで。ありがとうございますって感じね。ヨッシーさん、ご飯も持ち込み OK なので、おにぎり持っていきます。そうなのよね。だからさ、持ち込み OK かどうかね、知ってれば持ってってたんだけどね、知らんかったからさ、まあそこがね、知れただけでも行ってよかったよねっていう感じね、情報知れたからね。大工さん、藤子さん、皆様、こんばんは、ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。そうで、あれ、一匹釣るとね、スタンプカード、ハンコを押してくれるから。で、あれ全部いっぱいになるとどうなるのか聞かなかったけど、聞かなかったし、あれ書いてあったのかななんか読まなかったな、そういえばな。読まないで捨てちゃったかなみたいな感じなんだけどね。なんか全部をさったら、なんか1匹無料かなんかだったかな。なんかそんなだった気がしたけどな。なので、ぜひいっぱい釣って、もう1匹ゲットしてくださいませっていう感じ。
てんたまさん、自分もじゃらんの1000円引き、宿泊クーポンたまに使います。ああ、いいね。宿泊できるようだったらね、お得だよね。よしーさん、すぐ。ぴょんさん、おにぎりは三角と丸いのとどちらがお好み？てんたまさん、大吉さん、こんばんは。よっしーさん、しかも、すぐ釣れるみたいですね、平日は。あ、そうだね。休日がどうだかわかんないけどね。そう、休日はどうなのかわかんないけど、平日だったらね、全然貸し切り状態だったもんな。もしかしたらもうちょっといるかと思ったんだけど、最初なんかね、社会人っていうのかな、スーツというか暑いから上着は着てなかったんだよね。で、白いシャツと、後ろをね、スーツの男性たちが何人かいたわけよね。だから、あれと思ったんだけど、見学にどうやら来たっぽかったんだよね。だから意外と混んでんのかなんていうふうに思ったんだけど、そうじゃなかったね。貸し切り状態で、ゆっくり連れてよかったよっていう感じでしたね。ピヨンさん、スタンプカード笑うそう。まさかスタンプカード出てくると思わなかったから。なんかね、サービス旺盛な感じよね。で、家族連れがこの前釣って、で、レストラン行って、で、また戻ってきたって言ってたおっちゃんね。あの人が何なんだろう、オーナーなのかなみたいな感じなんだけどさ。なんかその人がね、レストランもね、今度、利用してくださいって言って、なんかうちの、なんだっけ、サラダバーが、自慢なのでみたいなこと言ってたんでね。なんかみんなね、親切だったね。なんか急に、だから私、客一人なのにさ、従業員がなんかいっぱいいたんだよ。あそこには映ってないけどさ。なんかちょっと気使うみたいなね、感じだったんだよね。ヨッシーさん、私の場合、おにぎりは四角い、ポー、ポーク卵が好きです。あ、作ってたもんね。おにぎらずだったっけ。上手に作ってたよね。私あんな上手に作れないよ。いつも作ってんだな、さてはな。ビヨンさん、ヨッシーさん、ポーク卵ってどんなの？なんかスパムかなんか入れてるんじゃなかったっけ？なんか美味しそうだったよな。おにぎり、うちはね、俵型だったんだよね。母親が作るおにぎりはね、俵型だったんでね。いろんな形があるよな。で、自分で、作るようになったのは、なんかお椀にラップを敷いて、で、そこにご飯を入れて、で、なんか具を入れて、で、ご飯乗せて、で、それをラップでくるむんじゃないか。違ったか。最初作ったのラップじゃないや。お椀の中にご飯入れて、で、具を入れて、で、ご飯乗せて、で、またお椀を重ねて、それでシャカ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 して、でね、丸くなったご飯をおにぎりつってね、食べてたから、まん丸おにぎりだったかな、最初作ったのはな。で、最近は海苔好きなのでね、海苔があるときは、海苔を3分の1、板海苔を3分の1に、切って、で、そこにね、3分の1にしたご飯を乗せて、で、巻いて、で、食べるみたいな感じがな。まあ、あんまりおにぎりめんどくさいから作ることないけどね。カニタンさん、いや、違った。ヨッシーさん、スパムと卵焼き入りですね。美味しそうだったよな。カニタンさん、動画にあります。上高地暮らすような宿泊で、ヨッシーが作ってますな。幸せそうでいいよな。イラッとする。イラッとするよ、みたいなね、感じ。で、なんだったっけな、今日のお話。そう、今日私さ、日曜日だと思い込んでたんだよね、さっきまで。さっきまで今日日曜日だと思い込んでて、あれ1日足んないな、1日足りないな、どうしようかなと思ってたんだよ。
あれ1日足りない、何日が足りないんだ、わかんないなと思ってさ、すごい数えてたんだけど、あれなんだろう、1日どこ置いてきちゃうとか思ってたんだけど、あ、まだ今日土曜日だったと思ってさ、おお、よかったと思ってさ、なんかね、1日なくなった。1日なくなったとか思ったんだけど、まだ今日土曜日だったよな、明日まだ日曜日あるんだよね、よかったと思ってさ、もう行き急いでるよ。だいぶ行き急いでるよって感じね。だから土曜日だから今日あれか、農協やってたのか。農協やってたけど、どうしたんだっけ、行ったんだっけ、一応。一応覗いたんだったっけな。あれだ、そう。で、小松菜ばっかりあるっていつも言ってた気がすんだけど、確かに今日は小松菜だったんで。で、今日は小松菜だったんだけど、最近ね、大根葉っていうの葉大根か。葉大根っていうのもあるんだよね。だから小松菜と葉大根っていうのがね、並んでる時とか、あとは今日は小松菜ばっかりだったけどね、みたいな感じで、なんか、まあ相変わらずな感じだったんだけど、その小松菜にさ、根っこついてるから、あ、これ持って帰って、で、リボベジっていうのかな。根っこのところを植えて増やした方がコスパいいのか、でもね、小松菜150円なわけよね。だから種買った方のがコスパいいのか、どっちなんだろうと思ってね、スルーした。100円だったらね、100円だったらなんかね、コスパいいかもしんないと思って買うかもしれないんだけどね、150円なんでね、微妙と思ってね、スルーしてきた感じだったかな。ビヨンさん。スパムと卵焼きうまそう。真似してみよう。ね、タンパク質たっぷりっていう感じな。ピヨンさん、Don't Stop Dancing、農協牛乳 by タモリクラブ。終わっちゃった。終わっちゃった。そら耳。タモリクラブって終わっちゃったのか？そうなのか。なんかやってんだかやってないんだかが全然わかんなかったけどね、テレビ見てないからさ、終わっちゃったんだね。で、でもタモリ、若々しいよな。さすがにまあね、年取ってきてはいるけど、でもやっぱり若々しいなって思うね。だからタモリさ、私の母親と同じ年なわけよ。同級生なわけよね。で、うちの母親もすっかりおばあちゃんだからさ、あ、お年寄りだねっていう感じだから。だからそれと同じ年かっていう風に思うとね、やっぱりタモリはさすが若々しいなっていう風にね、思うよな。で、そうで、農協で何も買わなかったんだけど、で、今日はなんかね、ちょこちょこと人が来る日だったんで、で、本当だったらこのライブも今日はやらないつもりだったんだけど、キャンセルになったんだよね、夜の部がさ。だからまあ午前中に一組、午後に一組みたいな感じでね、人がなんかちょこちょこ来る日だったんで、なんか落ち着かなくて、結局何やってたんだかわかんない日だった、今日は。なんか今日何にもやってなかったかなみたいな感じでね。で、どうしようかなと思って、米は炊かなかったからね。で、いいや、今日は焼き芋買っちゃうかと思ってね。今日は焼き芋買いに行ってさ。で、ああ、そっか、今日は朝、あれだっけ、買い物行ったんだ。えっと、ポイ活のアプリのミッションで、今日は豆腐だったんだよね。で、まあ、目の前のお店にね、オーガニックの豆腐売ってるから、と思ったんだけど、今ね、その、目の前のスーパー、イオン系なんでさ、で、イオンペイで買い物してんだけどさ、もうカード、使うのやめようかなと思って、引き落としがさ、なんか、いくらかわかんないから、銀行がログインできないわけよ。で、引き落としがね、いついくらなのかわかんないんで、もうちょっとね、そのイオンペイ支払いやめようかなと思って、でね、チャージ払いができたわけよ、最近。で、チャージ払いの方にチャージすると、なんかポイントもらえるかもみたいな、なんか
キャンペーンがあったのかな、前に。で、それで、チャージ払いの方に1000円分チャージしてあったんで、それでだましだましね、だましだまし買い物してたんだけど、いよいよね、100いくらしか残高がなかったわけ。で、そのオーガニックの豆腐が、税抜きで98円かなんかだったんだよね。だからこれどうだ、ギリ、買えるか買えないかだな、一か八かだなと思って行って、朝な、で、豆腐だけ買ってきて、で、ギリ買えて、なんかね、消費税込みで105円だったかな。だからギリ使い切ったみたいな感じでね。もうイオンペイ今日最後かなみたいな感じで、豆腐買ってきてな。で、お腹空いたんでお昼早速さ、冷ややっこ食べたんだよね。で、夕方ね、どうしようと思って、いや、今日は、たい焼きじゃなくてなんだっけ、たこ焼きじゃなくてなんだっけ、焼き芋だ。焼き芋ね。焼き芋買っちゃおうと思って。で、今日はね、小さい方の焼き芋っていうのかな。まあ、200円で買える焼き芋が売ってたんで、で、それを掴んだんだけど、あれ、なんかやたらちっちゃい気がするぞと思って、前にあったんだよね。袋から出したらすっげえちっちゃい芋でさ、いや、これに200円はちょっと高すぎだろうっていう思いがあったんで、いや、またそれだったらちょっと嫌だなって思いながら、どうしようって思いながらも、まあいいや、今日はね、いつも食べ過ぎだから、いつも食べ過ぎだから、今日はちっちゃいのにしとこうと思ってね、その200円台で買える方のにしたんだけど、まあ意外と思ったほどね、ちっちゃくなかったんで、まあ、これだったらいいかっていう感じのね、焼き芋を今日も食べまして、すっかり焼き芋中毒になっておりますよ。フィオンさん、タモリさん実物見た人が共通して言うのは、見た目小さい人、そうだね、小さそうだよね。小さそうな感じだよね。カニタンさん、高校の同窓会でタモリさんにお会いしました。へえ、そうなんだ。同じ高校ってこと？確かに小さいかもね。なんか小さそうな感じするよね。カニタンさん、福岡だもんで、あ、そっか、福岡だったっけね。ピョンさん、カニタンさん、タモリさんの後輩なの？カニタンさん、そうそう。北海道さん、藤子さん、皆さん、ジャスティス。めっちゃ酔っ払っている北海道さんです。おー、なんか嫌なことでもあったのかい。勝手に、勝手にネガティブな方に、解釈する藤子さんでございますよ。ピヨンさん、北海道さん、私も飲んでます。今日はまあ金曜日だから、みんな飲んでるのかなっていう感じよね。で、買い物的にはそんな感じか。で、あと何してたんだっけ？あと何してたんだっけな。なんか覚えてないけど、あ、そう、夜ね。で、午後に来た人がさ、キッチン使う人でね、今日は割とちゃんと料理してたっていうのかな。なんかね、卵を使ったなんか料理、卵焼きだったかなと、味噌汁とご飯を作ろうと思ってるんです、みたいなこと言ってたんで、で、帰りにさ、部屋の中がめっちゃ味噌汁臭で、で、今日はさ、味噌汁作る準備してなかったからさ、自分では味噌汁作れないんだけど、もうすっかりその味噌汁の匂いでさ、あー味噌汁飲みたい。味噌汁飲みたいな、どうしようと思って。でも、出汁がないからね、と思ってさ。で、ね、備蓄の味噌汁、備蓄あるから、じゃあそれ開放するかと思ってね。で、その乾燥の味噌汁をさ、出してきたんだけど、味噌汁の備蓄ほとんどしてなかったんだよね。なんかね、ミネストローネ
とにかくほら、野菜が不足するって話だったから、野菜が取れるようにと思って、そのミネストローネと、あと卵がね、今後食べれなくなるかもみたいな話だったんで、卵スープとね、で、あと具沢山味噌汁を備蓄してたんだけど、まあ、味噌汁の方はね、味噌は備蓄してあるから、作ろうと思えば作れるから、まあ、っていう感じだったのか、まあ、そこそこ高いんでね、その味噌汁がさ。なんであんまり買えなかったのか、とにかくね、そんななかったんだよね。で、これ少ないな。もうちょっと欲しかったなみたいな。そうだ。今日はね、お買い物ごっこしてたわ、そういえば。お買い物ごっこしてた、そういえばね。そう、お買い得好きなんだよね。お買い得好きなんだけどさ、そうやってさ、ね、今必要のないもの買っちゃったりとかね、しちゃうもんでさ、後で支払いが辛くなって、で、まあ、それでカード払いをちょっとやめようっていうのでさ、イオンペイ支払いやめようみたいな。そんな流れになってんだけど、まあ、そんなんでね。で、なんだっけ、なんだっけ、お買い物で、イオンの新しいなんか通販かなんかが始まったらしくって、で、それ一回ね、初回限定のさ、お買い得あるじゃんか。で、それを利用してね、もうすでにお買い物をしたのよね。だからね、お知らせが来るわけよ。なんだ、送料無料だとかさ、なんか1000円引きとかさ、まあ、それでね、お買い得なものが買えれば、利用してもいいよな、なんていうふうに思って、でね、散々、物色してて、今日はいろいろと物色してた日だったな。なんかやることないっていうかさ、なんか時間が中途半端だったんでね。で、それで、あの、オーガニックで検索してね、で、ドライフルーツとか、なんかちょっと買い足したいなみたいなとこがあって、ドライフルーツと、あとはピーナッツのね、なんだっけ、ペーストっていうのかな。それがさ、ほら、スーパーではさ、砂糖が入ってるのしか買えなかったから、だから砂糖入ってないやつね、あったら買いたいなと思って探したんだよね。そしたらね、あったんだよ。あったんだけど、いざね、買い物かごに入れて、で、そのクーポンがね、2つ出てたんだよね。で、それが併用できるのかどうなのかわかんなかったから、まあ、それちょっと実験してみようと思ってさ、なんかお会計の方に進もうとしたんだけど、以下の商品は、なんだ、用意ができませんとなって。で、そこでね、ピーナッツがね、用意できないっていう商品になってたから、じゃあいらないよ。じゃあ全部いりませんっていう感じでね、買い物かごを空にして、で、またね、ヤフオクがさ、週末はさ、1000円以上、ペイペイ支払いだとね、だと200円、割引みたいなクーポンが出てるんでさ、で、ここんとこずっとね、ペイペイの残高がなかったんで、お買い物できなかったんだけど、なんだかんだとちょこちょことね、収入があって、なんか1000円以上の残高になったんでね、じゃあここいらでちょっとなんか買うかと思って物色して、散々物色して、どうしようかなと思ってさ、土は重いからさ、運んでもらえるから、土買うのはいいんだけど、と思いつつ、他にも欲しいものがあるんで、で、塩をさ、こうやって毎日毎日ね、塩入り白湯を飲んでっからさ、塩のね、減りが早いんで、塩もね、そろそろ、買い足しておきたい気もするし、みたいな感じで、いろいろと物色してて、ただなんとなくピンとくるものがなくてね、これがいいやって思うものがなくて、結局保留みたいな、一日中そんなこと、お買い物ごっこをしてました。北海道さん、私も飲んでいます。カニタンさん、アル中カラカラ。ピョンさん、グーちゃん、赤いクッション、お気に入りみたいね。まあ、最初はね、ここに座ってたわけよね。
ライブ前にさ、ここにさ、もうさ、ずーっとぐーちゃんとゆりさんとね、まさるさんと3匹でさ、ずーっと一緒にくっついているの。あそこにね、3匹ずっといたり、あとここに3匹ずっといたりとか。なんかね、ぐーちゃんが移動するところにまーちゃんが行くわけよ。で、そこにゆりさんが入るわけ。で、もう3匹でずーっとね、団子になってたんだよね。で、ここに3匹先までいたんだよ。でさ、チュールだとね、まちゃはそわそわするから、どっか行くんだよ。で、ゆりさんもそれに伴ってさ、動くんだけどさ、ぐーちゃんがここにもうガンとして動かないでいたんで、無理やり無理やりどいてもらって、ライブ始めましたよっていうね、感じ。ぴょんさん。カニタンさん、私はアルフィー、好きです。アル中。アルフィー中毒。カニタンさん、そっちか。アルフィー中毒。うまい。ぴょんさん、酒飲まないと眠れないから、ほんまもんのアル中でもあります。まどかさん、こんばんは。夜はメンタル、あれなので見られるだけ見に来ます。夜はメンタル、あれなんだね。そう、そういえばあれだ。思い出してさ、寿司松。寿司松のことを思い出して昼間そういえばそうだ。寿司松ね、おすすめされてた、そういえばと思ってさ、どこにあるんだっていうのでね、店舗検索しようと思ったんだけど、なんかね、松屋グループなもんで、店舗検索にするとさ、松屋がいっぱい出てきちゃうわけ。で、いっぱいあるなぁなんていうふうに思ったんだけど、違うじゃん、これ松屋じゃんと思って、なんか寿司松の店舗検索がうまいことできなくてさ、かなり手こずったんだけど、まあどうやらあんまり寿司松は店舗がまだなさそうっていうのでね、じゃあそう考えると、蒲田の1号店行った方のが確実っていうことかと思ってね、今日はちょっと寿司松の、蒲田店をちょっと見てました。ネットで写真見てましたっていう感じ。てんたまさん、パソコンのキーボードが壊れて、タブレットに切り替えました。そう、私のさ、キーボードもさ、もうさ、押せないんだよね、膨らんじゃって。膨らんじゃって押せないんでね、もうキーボードとマウスだけでもね、新調したい感じなんだよね。もうほんと、誰か、プレゼントプレゼントしてくれないかしらみたいな感じ。てんたまさん、北海道さん、こんばんは。てんたまさん、まどかさん、こんばんは。北海道さん、まどかさん、そっか。てんたまさん、ご挨拶してなかったからね、まだね。キーボードが壊れちゃって打てなかったのかな。ねえ、そう、だから、ね、まだ物があるうちに、新調できるんだったら新調しておいた方がいいよな。北海道さん、今はライブ中ですか？どういうことだどういうことだまどかさん、みなこん、寿司松、ビュって寿司が飛んでくるね。だからそれがね、どういうことと思って気になってさ、なんかね、動画とかないかなと思って探してたんだけどね、今のところ見つけられなかった。とにかくさ、店舗が見つけられなかったぐらいなんでね、それ見つけられなかったんだよね。ピョンさん、北海道さん、気は確かか雪虫にやられちゃってるかもしんないな、頭な。北海道さん、時間の感覚がないですな。私もほら、1日足りなかったから。1日足りなくて1日探してたから、さっきまでな。時間の感覚ないよな。北海道さん、やばいわね。そう。で、そのね、時間の感覚が
ないっていうか、時間がないんだよね。時間があるのって地球の間ぐらいでさ。はあ、宇宙にはね、時間の感覚ってないらしくって、だから体内記憶の動画をさ、見てたっていうのかな。なんか確かこれ過去に見たことあるはずなんだけど、まあ話全然忘れちゃったから、まあまた見てもいいかと思ってさ、またそれをさ、見てみてたんだけれどもね。で、それで、その子は、この、お母さんを選んで生まれてくるわけよね、子供がね。で、このお母さんがいいと思って、選んではいたんだけど、その前にまだ残ってる子がいたんだって。自分の番になったのに、まだ残ってなんかうろうろしてる子がいて、で、どうすんのっていう風に言って、なんかね、このお母さんがいいんでしょって言ったら、なんか、うん、みたいな感じらしいんだけど、じゃあ行きなよって言ってんだけど、うん、でも怖いみたいな感じでね、なんか行かずにいたんだって。で、ね、その子行かないんだったら、自分行けないからさ、行きなよみたいな感じでね、ドーンって押してで、お姉ちゃんがいるらしいんだよ、その子の話だとね。で、お姉ちゃんがいて、で、なんか4歳年上のお姉ちゃんなのかな。で、ドンって押して、で、お姉ちゃんはこの地上っていうのかな、お母さんのお腹の中に入ったんだけど、それで自分はね、すぐまた、降りていくんだけど、だからそこでは時間は4分しか経ってないらしいんだよね。なんだけど、この地球だと、ま、4年、経って、で、自分が生まれたよみたいなね、話で。だから時間がね、時間の感覚が全然、違うよみたいなね、話をしてて。で、お腹の中って、なんか時間がないんだっていう話だったんだよね。んで、忘れちゃった。この話しようと思って聞いてなかったからね、忘れちゃったけどね、ああ、なるほどなと思って、そうなのかっていう感じでね。そう、で、早く生まれちゃう子っていうのは、早くママに会いたいとか、あと外をね、見てるんだって。なんかお母さんの目を使ったりとか、あとおへそからね、見てるらしいんだよね。で、おへそから見てて、で、赤ちゃんってさ、逆になってんじゃん。逆になってるんで、視界がね、逆なんだって。で、お母さんと同じ目線で見たいっていう子は、逆子になるんだって。で、逆子になって、お母さんと同じ目線でね、外が見れるんで、逆子になるらしいんだよね。で、時間がないのは忘れた。どういう話してたっけなっての忘れちゃった。まどかさん、ゆりさん、優しい。ゆりさんずっと、膝の上にいてくれたな。ぴよんさん、まどかさん、ゆりてつみたいわかんないな。で、なんだっけ、逆子の話と、へそから見てるって話と、あとね、帝王切開がね、最近はね、多いんだって。で、帝王切開が多いっていうのは、昔はね、自然分娩じゃないと、なんかね、子供に愛情がないとか、なんか昭和ね、昭和の昔のね、文化があったから、で、子供はお母さんを、喜ばせるために生まれてくるんでね、お母さんを喜ばせたいために、生まれてくるんで、で、まあ、昔は自然分娩だったらしいんだけど、ただ、今は帝王切開の方が楽だからっていう理由と、あとはね、過去に自然分娩経験したんで、別の経験をしてみたいっていうので、帝王切開をね、選びたがる子が多いんだって。だから最近は帝王切開が多くって、で、なんでかって言ったら帝王切開の方が楽だから。お母さんが楽だからっていうね。なんかそういうことらしいんだよ。へえ、そうなんだと思ってさ。んでね、今ね、生まれてくる子すごい少ないんだって。まあ、人口削減もあるけれどもさ、まあ、少子化っていうのもあるんだけど、
今ね、すごい生まれてくる子が少なくって、で、それなんでかって風に聞いたら、なんかね、流されちゃうからって言うんだって。で、それ流されちゃうって、どういうことって聞くと、なんか、なんか言うと本当になっちゃうから言わないって言って、教えてくれないらしいんだよね。ただ、その2025年になると、増えるっていうか、生まれてくるっていうか、2025年に生まれてきたいらしいんだよ。だから2025年まで待ってるんだっていうのでね。だから2025年になるとまた子供どうやら、増えるっぽいよっていうね、話。えーっ北海道さんマジか。天玉さん桃鉄みたい。北海道さん心打たれた。みんなは何の話をしてるのかわかんないな。また置いてかれてるな。北海道さん、良い話してるのに、北海道さん。はい。では、タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様が、皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。まどかさん、時間が経つから日が動くのではなく、地球が動くから日が経つのですね。時間は人に作られたのかも。あ、そう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 。ね、時間は人が作ったんだよね。ピョンさん、ごめんちゃいは、話題かき乱してるのは私、そうなんだね。まあいいよ、みんなが幸せでいてくれればそれで。みんなが幸せでいてくれれば、それで OK だぜ。で、あとはその体内記憶の話でいくと、なんかね、そのお母さんを喜ばせるのって、いつまでなの、一生なのっていうふうに聞いたら、10歳までって言うんだって。で、10歳になると今度は自分の人生をね、歩み始めるっていうのかな。だから自分のミッションとしては、お母さんを喜ばせるのは10歳までなんだって。で、それのね、徳を貯める、なんかポイント制みたいな感じで、10歳までになんか100ポイントとか、なんか食べないといけないらしいんだけどね。で、それで、えっと、なんだっけな、障害のある子違う、なんだっけ、妊活してる人、不妊治療してる人のところに、生まれたがる子が多いんだって。あとはなんか寂しそうにしてるお母さんのところに生まれたがる子がね、なんか多いらしいんだけど、なんでかっていうと、ポイントがね、一気に貯まるらしいんだよね。ポイントがね、一気に貯まるんで、なんかそこにね、結構ね、列をなして、集中してるらしいよっていうか、話でございました。ピョンさんストップ、ピョンさんじゃない、北海道さんストップありがとうございます。では、北海道さんからストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃーん。あれまた出た。また同じカード出たね。これ何だったっけ4で安定しててね、男女の人がね、迎え入れてくれてるみたいな感じのカードだったよな。達成、物事が達成してよかったねみたいな、そういうカードだったっけ？なんだ今、マチャ、おならした？マチャから聞いたことのない音が聞こえたよ。これなんだっけ？ワンド4。昨日もこれだった？ワンワン言ってんな、まちゃんな、猫なのにな。ワンド4。
昨日もだったっけ、これ。まどかさん、ポイントわらわら。ぴよんさん、なんか音がにぎややか。にぎややかだろう、うちはな。まどかさん、2日連続。ぴよんさん、自然薯の異常発生。自然薯が異常発生すると、うちが賑やかになるのかな。昨日もだったか、これ。これ昨日だったっけ。ワンド4、絵柄の意味。しっかりと地面に固定された棒に花飾りがつけられ、その奥では2人の女性が花束を手に私たちを出迎えている姿が描かれています。カード全体の雰囲気はまるで、祝宴に招いているかのような明るい雰囲気で包まれ、そんな喜びの訪れを感じさせるものです。逆位置だな。逆位置、束の間の休息。ああ、そっか。正位置だと平和な休息。逆位置だと束の間の休息だそうですよ。ワンド4は平和を意味し、主人公としての存在が描かれず、二人の女性なんだ、これね。こちらを向いていることから、あなたを待ち受ける、現実という解釈が強まります。このカードは正位置でも逆位置でも同じ平和な時間の到来を意味しますが、逆位置ではそれが束の間の休息とも言える短いものと解釈すると良いでしょう。なんてこったい。正位置と逆位置。逆位置お願いします。キーワード。一時的な平和。束の間の休息。停戦。ワンド4が逆位置で出ると、得られる安息があくまで一時的なものである。はい。このカードは正位置でも逆位置でも同じ安息や平和、調和を表しますが、逆位置ではその平和があくまで束の間の休息であり、完全には気持ちが休めないものだと解釈しましょう。逆位置は全体的に不安定でアンバランスな構図となるので、このカードも良いカードではあるものの、多少なりともその影響を受けることとなります。特に逆位置では、これまでの現実でかなり疲弊しているとも言えますから、その点に注意すれば、抱えている問題がやすやすと解消できないものであることもおのずと分かってくるでしょう。短期間の安息ではあるものの、少なからず休めるわけですから、そうだね。逆位置でも良いカードだとは言えますそうですね。ただ、根本的な問題は依然として解消していないことを心しておいてください。はい。かしこまりました。仕事、恋愛、まとめ、一時的な休息を表すカードで、これまでの現状に良い形で一区切りつくことを意味します。解釈するポイント。現状の問題に一息つける。ですが逆位置だとそれがつかの間。根本的な問題は解消しない。逆に、ゆなゆな、そんなどっちつかずのひとときを過ごすことになる。特に出産や試験など、目的が明確で結果によっては、周りがお祝いしてくれることなら、さらにそのパワーは強まる。ポイントは成功や収穫というよりも、完了や達成による喜びという意味が強いということです。なるほどね。てなわけで本日のタロットカードの意味調べるの会は、束の間の休息だけども、一息つけるからいいんじゃねっていうね、カードでしたよ。はい、皆さんおやすみください。っていうか、あれか、満月明日かなんか今日さ、夕方
ね、あれもしかして満月って今日だっけみたいな感じの月がさ、ちょうど木の陰で見えないんだけど、光がもうものすごくって、で、色がさ、めっちゃオレンジっていうのかな。なんかすっごい濃い色のね、光の強い月が、その木の間からでも見える感じだったんで、あれ月だよねって何回もさ、あれ月だよねって見直したんだけど、いや、やっぱ月だよねみたいな感じのね、なんかすげえ存在感のある月が今日出てたんでさ、あれ満月いつだと思ったんだけど、なんか明日だった気がするよね。一年中の異常発生。北海道さんはクレジットカードのサイン、頻繁に書きますよ。そりゃええ話や。そりゃええ話やな。北海道さん、今日マジか。大樹さん、はい、LINE でリアストップ。ね、みんな、パラレルワールドに行っちゃってっから。みんなパラレルワールドに行っちゃってっからな。時間軸が、なんか面白い感じになってんだろ。あと、なんかさっき思い出したんだけどな、その体内記憶のところで、あ、面白い話あったな、そういえばって思ったのがさ、なんだったっけな、忘れちゃったな。えーっとね、なんだったっけな。えーっとね、忘れちゃった。北海道さん、エンドレスで、じゃあ一旦ちょっと、アファメーションタイム行きましょうか。突然始まるアファメーションタイム。この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はーい。アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。よかった。はい。思い出せない。思い出せない。思い出せないけど、別のを思い出して、ほら、妊娠すると、なんか急にさ、なんかあれが食べたくなるとかさ、なんかそればっかり食べてるとかさ、そういうのあるじゃんか。で、それって、このお腹の中の子がね、もうお腹に入って、いろいろ見てるわけよね。お母さんと一緒でさ、この世界をさ、いろいろと見てんだよね。で、なんかその見てて、記憶してるらしいんだよね。ファミチキが美味しかったって、なんか記憶してるらしいんだよ。なんか食べてんのかな？食べてんのか、それともお母さんが一回食べたやつを覚えてるのか知んないけど、あ、ファミチキうまかったなって覚えてるらしいんだよね。で、ファミマの前に行くたんびに、あ、ファミチキ食べたいってなんか思うらしいんだよ。で、それをお母さんに伝えるらしいんだよね。ファミチキ買って。ファミチキ食べてってなんかね、言うらしいんだよね。で、お母さんがそれが、あれなんかファミチキ食べたいって言ってる気がするっていうので、なんかファミチキをね、なんかどうしようって。でも妊娠してるのにそんなね、体に悪いもの食べたらね、なんか良くないんじゃないかってね、なんか思うみたいなんでね、思うみたいなんだけど、でも結局やっぱりね、ファミチキ食べたいって言うからなんかね、食べるみたいなんでね。なんかそんな感じで、マックのポテトマックのフライドポテトがね、どうやらみんなね、大好きらしいんだよね。で、やっぱり妊婦さんなんで、そんなね、体に悪いものを食べたらね、良くないだろうって思うんだけど、なんかね、そのフライドポテトはね、楽しいんだよっていうので、楽しいのかっていうのでね、なんかお母さんに食べさせるらしいんだよね。だから結構妊婦さんで、マックのフライドポテトを食べる人がなんか多いらしいんだよね。
でね、なんかそういう食、なんか最近こればっかり食べてるとか、なんかこれが食べたくて食べたくてって、ね、よくそういう現象ある。で、なんだ、昔っていうかね、その妊娠前はそんなにそれ好きじゃなくて、そんな食べたことなかったのに、そういう、なんだ、味覚が変わるっていうの、なんか好みが変わるっていうのかな。そういう体験する人ね、まあよくいると思うんだけど、まあ、とにかくそれは子供に命令されて操られてるんだよねっていうね、話だった。えーっと、遅れました。あ、よかった。えーっと、どっからだっけ。てたまさん、数日前にキーボードに水をこぼして A と S と Z のキーを押すと戻って戻ってこないか。私もさ、コーヒーぶちまけたことあんだよね。コーヒーぶちまけたっていうかさ、コーヒーを持っていつも朝ここでね、コーヒー飲むのがさ、日課で楽しみなわけよ。それが朝一のさ、楽しみなのにさ、抹茶がここさ、ぴょーんって飛ぶんだよね。で、抹茶に当たってそのさ、熱々のコーヒーがさ、もうぶちまけてさ、で、キーボードの上にもかかっちゃって、ギャーってなってさ、慌ててひっくり返してな。で、パン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 ってやって、で、キーボード自体はまあね、動いてるから、まあいいかって感じだったんだけど、その後だろうな、多分掃除機でさ、掃除するのにさ、吸ったわけよね。そしたらキーボード吸っちゃってさ、7とね、あと上下のね、キーがね、これないわけよね。だから、位置をさ、ちょっと微妙にずらしたい時とか、できないんでね、困ってる。キーボードだよ、これでもな。同じような感じよ。北海道さん、そうそう。音や匂い。大吉さん、北海道さん、ナイスストップ。北海道さん、感覚。大気断層。ぴょんさん、ファミチキあんまり匂わない気がする。ぴょんさん、マック、気がついたらハンバーガー3、4個食べてるわ。どうかしてるな。どうかしてるな。北海道さん、今日はチョキを出そうか悩んでますが、この時間が好きです。ピヨンさん、キーボードは消耗品。そっか、消耗品って考えれば買い替えることもできるか。てんたまさん、それは猫あるあるですね。コーヒーぶちまけたのな。ちょうどのタイミングでもう当たってくるから、もうね、最悪中の最悪。でさ、いつだ、2、3日前だけどさ、この話したっけもうわかんなくなってきた。私も酔っ払ってんな。たまちゃんがあれだよ、テレビの裏で、スプラッシュゲロしたって話したよな。した。北海道さん、ハンバーガー食いたいです。私はね、さっきね、突発的にね、イクラが食べたくなったんだよね。急にイクラが食べたくなって、やばい、イクラ食べたいってね、思ってるんですよ。はい。ってなわけで。本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。
じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。